FTG の初心者講座3回目です。今回学ぶのは打ち上げパス。通常のパスより射程が長いのが魅力。ただし、距離が長いほど失敗しやすい。選手のパスとレンジファクターを参照します。パスコースに敵がいる状況と似ている。レンジファクターの値の方が大きかった場合、ボールは狙った場所周辺に落ちる。ここで誰もいない場所に落ちれば、敵は一度ボールを保持する必要があり、すぐさま攻撃には移れません。打ち上げパスは結果が予測しづらい。それが魅力でもあります。最初に普通のパスをしてみます。敵のディフェンスに阻まれました。密漁時して打ち上げパスですが、浮き玉なので敵に奪われる心配なし。ただし、レンジファクターとの対決はあります。ライセンス試験だと絶対成功するけど、ここからパスしてやねえ。シューが防がれました。2回失敗したので、ヒントという名の回答例が出現。でも、私は自分で解きたいんや。打ち上げパスの長い射程を生かそう。さらにペナルティーエリアに侵入して、今度こそゴール。次の問題です。開始がゴールキーパーなので相手ゴールが遠い。しかし、ゴールキーパーのパス能力は驚異の200。打ち上げパスを使えと言わんばかり。前線にボールを送る選手の候補は2名。良い位置ですが、パスが30は論外です。一方、こちらのパスは200で十分。下からのルートが良さそうです。前線の選手に必要なのは精度。こちらは精度47とやや不安か？一方、ゴール前のこいつは精度200。パスが繋がれば決めてくれそうだが。ちなみにゴールキーパーの能力はディフェンス33なので強くはない。下ルートを打ち上げパスで行く。ここで打ち上げパスの弱点についてお話しします。ご覧のように空中でボールを受けるため、受けた選手のコントロールが低下します。翻訳では 10% の低下のはずですが、ゲーム画面だと10減っています。ちなみに低下は1アクションで解消。一度ドリブルやパスをすれば、コントロールの値は元に戻ります。ウインガーは気をつけたいところ3。そして弱点その2、ピンポイントショットが使用不可。痛いですね。これは痛い。敵のディフェンスが 100% 発揮されるので、シュートの成功率は下がるでしょう。ちなみに、こちらもワンアクションで解消。最初の問題ではドリブルを挟んだので、ピンポイントショットを打てたのです。それでは、もう一つのシュートである、パワーショットを説明します。敵のディフェンスを下げられません。ただし、シュートに威力があるので、敵に当たるとこぼれ球になります。一方、ピンポイントショットは威力がないので、そのまま奪われます。パワーショットの使いどころは、ゴールは期待できないが、コーナーキックになると嬉しいな、という場面などです。名前の割に、狙いは絡めてという、なんとも不思議なシュート。敵の守備が低く、精度 80% でもゴール。この動画の最後の問題です。初期選手のパス能力は心もとないです。上にいる選手はパス能力200。ここを起点に考えましょう。ペナルティーエリア内の選手の精度は60。よし、このルートで行きますか。まずはパスが高い選手へ。そしてゴール前へ直接放り込む。けどゴールキーパーのディフェンスが高すぎるわ。ダメです。打ち上げパスの最大射程は5ですが、斜め打ちますと計算できるので、下の選手にもパスが届きます。これが5マスはちょっと反則気味。精度200のシュートを食らえ。最初の視点を突破しました。おまけの別解です。ペナルティーエリア内の選手に注目すると、低下してなお高いコントロールを持つ。コントロールは121、敵のディフェンスは120、つまりドリブルで突破が可能です。次回からはスキルを学びます。スキルはアクション回数を増やせる、とても強力な能力です。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。